こんにちは、ゆきです。今回から8回に分けて、今画面でループ再生しているショートケーキのシーンの作り方を解説していきます。動画の構成としては、パート1、パート2がモデリングで、パート3から7がマテリアル、パート8でライティングとなっています。合計すると2時間ちょっとの動画なので結構長いんですけど、その分手順を踏んでじっくり解説しているので、フォトリアルなスイーツ CG に慣れていない方でも同じようなものが作れるんじゃないかなと思います。では始めていきましょう。まずはケーキの本体からモデリングしていきたいと思います。シフトプラス A からメッシュの中の立方体を選択しましょう。こちらの右に出ているアイテムの中の寸法でサイズを調整していきたいと思います。まずはケーキの高さを 0.07 メートル、7センチの大きさにします。続いて X 軸を 0.1 メートルに変更して、Y 軸は 0.07 メートルにしておきましょう。こんな感じのキューブになれば OK です。スケールを1対1対1にしたいので、コントロールプラス A、スケールを適用してあげましょう。ではここからカットされたショートケーキの形に調整していきたいと思います。タブキーを押して編集モードに移動しましょう。頂点選択でこちらの左側の4つの頂点を選択したら SY でこんな感じで幅を狭めていきます。こんな形にできたら今度はコントロールプラス R でこちらに1本辺ループを入れてあげましょう。続いてこちら側にも同じようにコントロールプラス R で1本辺を挿入してあげます。ここまでできたら今度は右側のこちらの2つの頂点を選択して GX で右側に移動していきましょう。だいたいこれくらいの角度にできれば OK です。この状態でコントロールプラス B でベベルをかけていきます。幅はだいたいこれくらいでいいかなと思います。続いてここが五角形になってしまっているので、こちらとこちら選択したら J キーを押して頂点を結んであげます。こちらも同じように J キーを押して頂点同士を結んであげましょう。下も同じように2つ選択したら J、またこちらも2つ選択して J キーを押してあげます。ではここまでできたら今度サブディビジョンサーフェスを使って形を調整していきたいと思います。モディファイヤープロパティからモディファイヤーを追加、サブディビジョンサーフェスを選択します。ちょっとカクカクすぎるので上の数値を2に上げて滑らかにした状態で調整していきたいと思います。まずはこんな感じで上と下が丸まってしまっているのでコントロールプラス R で横向きに1本辺を入れていきます。下に下ろしたら今度上の方にもコントロールプラス R で辺を1本挿入してこんな感じで輪郭を作ってあげましょう。続いてこちら側も少し丸くなりすぎているのでコントロールプラス R でこちらに辺を1本挿入して左側に寄せていきます。こちらも同じようにコントロールプラス R で辺を1本挿入。あとはもう少しこの角を尖らせたいのでコントロールプラス R でこちらに1本辺を挿入して後ろ側に寄せていきましょう。これでカットされたショートケーキっぽい形に変わったかなと思います。あとはオブジェクトモードの状態でスムーズシェードを適用してあげましょう。では続いて上のクリームを作っていきたいと思います。シフトプラス A からメッシュの中の UV 球を選択します。左下の UV 球を追加からセグメントを24に変更してリングは10まで減らしておきます。では形を調整していきましょう。タブキーを押して編集モードに移動します。まずは辺選択に切り替えて1個飛ばし置きにこんな感じで辺を選択していきましょう。選択することができたら S、シフト Z で高さを変えずにこんな感じで溝を作っていきます。ここまでできたら今度は頂点選択に切り替えましょう。上の方を伸ばしていきたいと思います。プロポーショナル編集をオンにしてスムーズからシャープに切り替えましょう。GZ で上に上げていきます。マウスホイールを回しながら調整してあげてください。これくらい長くていいかなと思います。今度は下の方の頂点を選択してプロポーショナル編集をスムーズに切り替えましょう。GZ で上に上げてこんな感じで少しだけへこませて平らな感じにしていきます。では滑らかにしたいのでモディファイヤーを追加からサブディビジョンサーフェス
オブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェードを適用してあげましょう。ではサイズと位置も調整していきます。とりあえず S で縮小していきます。だいたいこれくらいのサイズですかね。R で回転してまた位置も調整してあげましょう。だいたいこんな感じの位置でいいかなと思います。ではここからクリームもう少しだけ調整していきましょう。スケールを1対1対1にしたいので、コントロールプラス A、スケールを適用してあげます。ではまずは先端をもう少しだけ上向きにしていきたいので、スムーズからシャープに切り替えて GZ で上に上げていきます。マウスホイールをかなり回して、このプロポーションサイズを小さくしていきましょう。もうちょっとだけ長さがあった方がいいような気もするので A で全選択して SX で広げていきます。高さは逆にもうちょっと抑えた方が可愛いかなと思うので SZ で少しペタンコにしていきます。あとはもうちょっとここに角度をつけた方がいいかなと思うので、だいたいこんな感じのとこを選択して、こちらスムーズに戻して GZ でちょっとだけへこませていきます。ここら辺はもうちょっとだけ高さ出してあげます。これで絞ったクリームっぽい感じの形に変わったかなと思います。ではこちらもう少しだけいびつな形にしていきたいので、適当なとこ頂点を選択したら G で移動したり R で回転したりS で縮小とか拡大をしてあげて、少しだけいびつな感じに変えてあげましょう。少しいびつな感じにしてみました。ではこちらにももう2つ作っていきたいと思います。シフトプラス D で複製してこんな感じの位置に2つ配置してあげましょう。配置することができたらまた適当に形を変えてあげます。もう一つの方も同じように形を調整してあげましょう。こんな感じでクリームを3つ作ってみました。では名前つけていきたいと思います。こちらにはケーキと名前をつけて、それぞれクリームと名前をつけておきます。
では今度こんな感じでイチゴを乗せていきましょう。まずは Shift プラス A からメッシュの中の ICO を選択します。こちらの細分化を3に変更しておいてください。では形を作っていきます。編集モードに移動したら面選択に切り替えます。プロポーショナル編集はオフにしておいて OK です。コントロールプラス7を押して下から見た図に切り替えたらコントロールを押しながらこんな感じで面の選択を解除していきます。こんな感じにできたらコントロールプラス B でベベルをかけていきます。幅はだいたいこれくらいでいいかなと思います。今回は 0.028 メートルにしてみました。続いてコントロールプラス I で選択を反転します。そうするとここもまた選択されてしまうのでコントロールを押しながらこんな感じで選択解除していきます。こんな感じで三角形を選択することができたら今度は I を押して面を内側に差し込んでいきましょう。この状態で一度マテリアルプロパティを開きます。新規をクリック、プラスをクリックしてもう一度新規をクリック、割り当てをクリックします。そうすることでこちらの選択を後ほど解除しちゃった時でもこちらから選択をクリックすることでこんな感じで三角形だけ選択することができます。今ならコントロールプラス Z で何回か戻ればすぐに選択できるんですけど、後ほどこの完成形が見えた時にこちら選択したいとなった時になかなか選択しにくい場合があるので、今回はこんな感じの設定をして選択しやすくしています。ではこちらをくぼませていきます。S で縮小していきましょう。くぼませることができたら Shift プラス D でこちらを複製して P 選択で分離してあげます。分離できたら一度オブジェクトモードに戻りましょう。こちらそれぞれにサブディビジョンサーフェスを追加したいのでコントロールプラス2を押してサブディビジョンサーフェスを追加してあげます。続いて種の方を選択してモディファイアを追加からソリッド化を選択します。こちらの右上のところを長押ししながら上に持っていってソリッド化を上にしてあげましょう。幅は後ほど調整したいと思います。ではまたイチゴ2つ選択したら今度はタブキーを押してまた編集モードに移動します。点キーの1を押して正面からの視点に切り替えましょう。頂点選択に切り替えてプロポーショナル編集をオンにします。こちらがスムーズの状態でどこか一番上ら辺の頂点を適当に選択したら GZ で上に伸ばしていきます。マウスホイールを回してプロポーショナルサイズを変えながら調整していきましょう。続いて下の方もどれか一つ選択したら GZ でへこませていきます。だいたいイチゴっぽいような形になればいいかなと思います。あと先端をもう少しだけ尖らせていきたいのでここら辺を選択して S、Shift Z で高さを変えずにこんな感じでくぼませていきます。何度かプロポーショナルサイズを変えながら調整していくといいかなと思います。こんな感じの形にできたら今度は先ほどのクリームと同じように歪な形にしていきたいのでプロポーショナル編集をオンにした状態で適当な頂点をクリックして G で移動したり R で回転したり S で拡大縮小してあげるとこの今は種の形とかくぼみの形が結構均一なんですけどちょっとずつ歪ませてあげることでよりリアルに見えるかなと思います。G だけよりも S や R を使ってあげるとリアルに見えるような気がします。
だいたいこんな感じでいいかなと思います。あとはスムーズシェードも適用しておきましょう。ではサイズ調整していきたいと思います。S で縮小していちごをショートケーキの上に置いていきましょう。こんな感じのサイズにしてみたら、スケールを揃えていきたいので、両方選択してコントロールプラス A、スケールを適用してあげます。そうすると種がかなり長く内側にこんな感じで膨らんでしまっているので、オフセットをとりあえず1まで上げたら幅を小さくしていきます。今回は 0.0008 ぐらいがいいかなと思います。あとちょっと飛び出てしまっているので、オフセットを調整しながらちょうどこのイチゴのくぼみに来るあたりの数値にしてあげてください。今イチゴを配置できたんですけど、こんな感じでクリームがめり込んでしまっているので、また調整していきたいと思います。編集モードで形を変えていきましょう。完全にめり込まなくする必要はないんですけど、この当たっている部分が見えないような感じで、この山の部分ですね、このクリームの山の部分がちょうどイチゴよりも外側に来るような感じにしてあげると、ぶっ刺しモデリングよりかはなんとなく見た目がよく見えるかなと思います。だいたいこんな感じですね。今回のシーンはこういう風にこちら側から写真を撮っていきたいので、こちらから見てクリームが刺さっているように見えなければいいかなと思います。では、イチゴにも名前を付けておきましょう。ストロベリー。後ほど増やすので001にしておきます。種の方もストロベリーシードと名前を付けておきます。では続いて今度はこんな感じで銀色の玉アラザンを作っていきたいと思います。シフトプラス A からメッシュの中の ICO を選択します。細分化を4まで上げておきましょう。オブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェード。あとは S で小さくしていきます。結構小さめの方が可愛くていいかなと思うので、だいたいこれくらいのサイズでいいかなと思います。今回は 2mm ぐらいですね。スケールを1対1対1にしたいので、コントロールプラス A、スケールを適用してあげます。あとはもう適当に配置してあげましょう。こちらにも名前を付けておきます。1個配置できたらシフトプラス D で複製して、もう一つ適当な位置に配置して、もう一つ増やして、こちら側にも置いておきます。もう1個ぐらい増やしておきます。あんまり数がありすぎてもごちゃごちゃしてしまうので、今回は4つに設定しておきます。では続いて今度こちらに四角いロゴを作っていきたいと思います。シフトプラス A からメッシュの中の平面を選択しましょう。S で縮小していきます。G で移動して、R で適当に回転してあげましょう。角度はお好みで OK です。では、ここまでできたらスケール揃えたいので、コントロールプラス A、スケール。あとは厚みを少しだけ持たせてあげたいので、タブキーを押したら E で伸ばしていきます。一応面取りもしてあげたいと思います。A で全選択したら、コントロールプラス B でベベルをかけていきます。セグメント一つだけ増やしてあげてください。あとはここまで細かく見えないと思うので、フラットシェードのままでいいかなと思います。こんな感じでとりあえずケーキの本体とクリーム、いちごとアラザンとこのロゴの
紙を作っていきました。次回は残りのお皿とフォーク、あとはこちらのマグとこのマグについたロゴ、机と壁を作っていきたいと思います。では今回はこんな感じで、また次回の動画でお会いしましょう。